こんにちは。当チャンネルでは個人的に面白いと思った作品を紹介しています。今回ご紹介する映画はボーイ・キルズ・ワールド、爆剣開会ルテン賞列伝。本作は家族を奪われ声も聴覚も失った青年ボーイが復讐のために戦うアクション映画です。物語の舞台となるのは文明が崩壊した終末世界。バンデルコイ一族は年に一度カリングと呼ばれる公開処刑を行うことで民衆を恐怖で支配していました。主人公のボーイはバンデルコイ一族に家族を殺され、さらに聴覚と声も失ってしまいます。死の直前、謎のシャーマンに助けられたボーイは血のにじむ鍛錬によってバンデルコイ一族を倒すための暗殺者として育てられます。一人前の暗殺者に成長したボーイはレジスタンスの協力を得て、ついにバンデルコイ一族への復讐を実行します。本作は家族の仇への復讐劇というシリアスなメインシナリオをブラックコメディ要素と容赦ないゴア表現でサンドイッチした作品です。コメディとシリアスな展開を行ったり来たりするシーンの連続で、映画全体として感情の振れ幅が大きく、それでいて物語はジェットコースターのようにスピーディーに進行します。監督はモーリッツ・モール、ドイツ出身で、監督にとって本作が長編映画デビュー作となります。インタビューで筋金入りのゲーマーだと語っている監督ですが、本作にはビデオゲーム的演出が劇中の各所で取り入れられています。世紀末な舞台設定ですが、主人公ボーイの赤いジャケットをはじめビジュアルはポップでカラフルな部分もあり、癖の強い登場キャラクターたちと相まって本作独特のスタイルを確立しています。本作の制作には死霊の腹渡やスパイダーマンシリーズで知られるサムライミが参加しており、長編映画初挑戦となるモール監督を脚本執筆や編集などの面でサポートしています。本作の登場人物はいずれも濃いキャラクターとなっていますが、一番の見どころは何といっても主人公役のビル・スカルスガルドでしょう。本作の主人公ボーイは声が出せないという設定のため、劇中でもセリフを一切喋らない難しい役ですが、スカルスガルドは見事に演じています。ボーイを一流の暗殺者へと鍛え上げたシャーマン役はザ・レイドで一躍有名になったヤヤン・ルヒアンが演じています。インドネシア武術シラットの達人であるルヒアンは本作でも超人的なアクションを見せてくれます。この他にボーイと共にバンデルコイ一族と戦うレジスタンスとしてベニー・バショーが登場します。この2名は本作のコメディ要素として重要な役どころとなっています。ベニーは常に暗号を織り交ぜて話すため、セリフだけ見ると意味不明なことを言っているキャラとなっており、バショーの方は終始ハイテンションなキャラとなっています。この仲間の存在は血みどろな戦いが繰り広げられる本作において一種の癒しとなっています。本作ではヴィラン側も濃いメンツが揃っています。バンデルコイ一族の家長として登場するヒルダについては、シャーマンとの因縁関係が見どころとなっています。ヒルダの弟のギデオンはとある夢がありながらそれを実現できないでいる現実に嫌気がさしている、どこか哀愁が漂うキャラとして描かれます。ヒルダの妹のメラニーは一族の広報担当として活躍するヒルダに匹敵する狂気の人物となっています。さらにメラニーの配偶者として登場するグレンは憎たらしい面もありながら一方で愛嬌のある人物として描かれます。そしてバンデルコイ一族のボディーガードとして主人公のライバルとなる6月27日。なぜ名前が6月27日なのかは最後までよく分かりませんでした。本作はもちろんアクションシーンも大きな見どころとなっています。格闘だけでなく重火器も合わせて戦うスタイル、そして敵のボスを一人一人倒していく構図はまるでビデオゲームのようにステージを突破していくような楽しさがあります。終始ハイテンションな味方キャラ、血しぶきが飛び交うゴア描写、コメディ要素のアンサンブルは本作をただのアクション映画ではなく狂気を帯びた作品へと変貌させています。
主人公役のスカルスガルドのアクションもキレキレで素晴らしく、映画俳優として新たなイメージを持たせることに成功しています。本作の物語構造はオーソドックスな復讐劇を軸に設計されていますが、終盤にはそのシナリオにひとひねりを加える展開が用意されています。砲台の爆剣開会ルテン将列伝は決して冗談ではなく、実際に主人公が世界を破壊する物語であることがわかります。まとめになりますが、本作はまずアクション映画好きの方におすすめできます。ゴアシーンもありますが、キレのある格闘戦を楽しむことができます。そして何といってもビル・スカルスガルドのファンには必見です。これまで「イット」「それが見えたら終わり」や「ノスペラトゥ」など特殊メイクでの出演も多かったですが、本作では特殊メイクなしのビル・スカルスガルドの素顔をたっぷり拝むことができます。今回の動画は以上となります。概要欄に予告編のリンクを貼っておきますので、ぜひ予告編だけでもご覧ください。興味を持たれた方はぜひ劇場で本作をご鑑賞ください。それでは次の動画でお会いしましょう。